ということで今サムイ空港に着きました。これから行きと同じくですねバンコクエアウェイズに乗って、バンコクスワンナプーム空港に戻っていきます。で今ねリッツ・カールトンチェックアウトして前回の動画でお届けしたと思うんですけど、すごく良くてね寒いと本当にいいなと思いました。行きはバンコクエアウェイズのビジネスクラスで来たんですけど、帰りはエコノミーで帰ります。フライト時間1時間ぐらいのあっという間に着くような国内線なんですけどね。はい、でスワンナプーム到着したらすぐにいつもの通り1泊4400円ぐらいのコンドミニアムに移動していくいつもの流れになると思います。でこの空港そんなに大きくないんでね、一応お店とか多少はあるんですけど、あとオープンエアなんですよね。なんでめちゃくちゃ暑いです今。はい、雨とか降ったらびしょびしょになるんじゃないかな。とりあえず今からバンコクエアウェイズチェックインしましょうか。一応国際線もあるんだね。香港、シンガポール、あと、中国いくつかありますね。はい、プーケット、バンコク、ドンムアン分かれております。中国とシンガポール、香港なんだね。ほぼほぼ国内線空港みたいな感じですね。はい、とりあえず今からチェックインだけします。これバンコクエアウェイズのチェックインカウンターですね。空いてますわ。はい、ということでチェックインの方完了いたしました。今回エコノミーの 8A 窓側前の方ですね。結構ね混んでるみたいです。フルみたいなこと言ってましたね。メニーピッポーと言ってました。なんで、満席に近い状態で行くんだと思います。でこのスワンナプームまでのねこのスワンナプームまでのこのバンコクエアウェイズ結構便数多いんで、よりどりみどりだと思いますよ。1時間刻みぐらいで多分往復してると思います。保安検査抜ける前のこの制限エリア外ですね、外なんですけど、お土産屋がちょっとあったり、おしゃれなカフェがこんな感じであります。すごい自然豊かな開放的な空港ですね。これでも雨降ったら本当終わると思いますしのぐ場所がほとんどない。おしゃれなカフェですね。とても空港にあるとは思えない作りです。こんな感じですね。まだ奥にちょっとお店ありましたね。そういえばなんかねショッピングモールみたいなアウトレットみたいな作りしてるんですよ。これ周り全部お店だ。結構あるわ。エアコンの効いた部屋でコーヒー飲んで時間潰すこともできそうです。結構おしゃれですよね。ありますね。お店はそこそこ。ラウンジとかは多分ないと思いますよ。チェックインカウンターからここのお店がいっぱいある通りをね通ってだいぶ移動しないといけない。離れてるんですね。多分これ誘導させるためじゃないかな。買ってもらうみたいな。ちょっとでもお店入りたいですね。コーヒー飲みたいわ。どう考えても空港っぽくないですよね。みんなのんびりしてていい感じですだいたいこんな椅子とか置いてないでしょ空港に。この先あれだ、到着した時に動画撮った場所ですね。なんか公園みたいになってて、なんかチルできる場所みたいな。ここはタバコ吸えるんですよ。皆さんここのバーでコーヒーとか買ってタバコ吸う人はここで日陰で吸うみたいな変わったヨギボーみたいなのがいっぱい置いてあります。で先がゲートですね。メインゲートって書いてあります。メインゲートって言っても多分あれしかないでしょう。危なかったです。今よくよく見たらそんなコーヒーゆっくり飲んでる時間なかったっすわ。あと45分ぐらいで出発ですね。保安検査ここから見えるんですけど混んでないんでまだ大丈夫ですけど国内線だから結構ねゆっくり来たんですけど、あっという間にそう搭乗開始時間がもう少しですね。はい、ちょっとここで一服してからもう保安検査抜けますか。それでは保安検査受けて中入りましょう。ということで保安検査抜けました。この先お店ありますね。はい、こんな感じでお土産屋さんとか結構あるわ。水も買える。水はね没収されます。ラウンジはね多分ないね。わかんないけど、でもよく見るとなんか VIP って書いてあるな。あるかもしれない。時間ないけどな。そんなこのオープンエアな感じがいいですよね。ビールとかも一応ありますね。寒い空港結構好きですわ。いい感じですね。これが待合所。すごくないすごいおしゃれ。
ラウンジありますね。しかもバンコクエアウェイズの、だからあれだ、バンコクエアウェイズエコノミーでも入れるから行けるんですね。ラウンジ入りました。誰もいないですね。エアコンがガンガンに効いてて涼しいです。ビジネスクラス以上じゃないと入れなかったです。ただプライオリティパスがあれば入れるって感じでした。すごいですね。ちゃんと食べ物ありますわ。でもクッキーとかかな、サンドイッチとか、パンとかありますね。あとコーヒーマシン。お酒はないですけどお水とかあります。まさか寒い空港にラウンジがあるとは知らなかったです。本当に来てみて分かったって感じでしたね。しかもプライオリティパス使えるってすごいですね。食べ物そんなないですけど、飲み物が、あと水がもらえれば全然ありですね。ちょっとクッキーだけもらっちゃいましたけど、エコノミーでも多分帰りね、バンコクまでの間に軽食出ると思うんですよね。バンコクエアウェイズ短くても機内食配るイメージがあるので、すごい手作りクッキー空港の近くで作ってるのかな。いただきます。とにかく暑かったんでね、この冷房の部屋に入れるのはいいですね。あと20分ぐらいで出発です。それではラウンジを出たんですけど、今スタッフの方に聞いたら喫煙エリアがこの空港あるらしくて、タバコ吸えるところがあるみたいなんでちょっと行ってみます。あと制限エリア内にマッサージがありました。60分で350バーツ、そんな高くないですね。空港にしては。スワンナプームめっちゃ高いですもんね。こちら喫煙所ありました。屋根もちゃんとありますね。なんで空港もう目の前滑走路なんですけど、普通にタバコ吸えます。これ黙々情報ありがたい人多いんじゃないですか。ちょうど自分が今から乗る飛行機が一番ゲートで目の前なんですよね。なんで喫煙所も近くて、この1箇所しかないみたいです。この空港飛行機好きにたまらないですよね。きっとこんな近くで離陸していく飛行機がっつり見れますよ。しかもタバコ吸いながらで、横にはなんかクラブみたいなカフェあるしもうタイ最高。もうすごいね。細かいことは気にしないっていう感じ。いちいちルールがみたいな、素晴らしいですね。多分これ日本だったら、いや柵がないから危ないとかね、こんな近かったらダメとか多分いろいろあると思うんですけど、すごいね。ということで間もなく搭乗開始です。ちょっと髪型がくしゃくしゃになっちゃってますけど湿気で、とりあえず間もなく飛行機に乗ります。この待合の雰囲気最高ですね。リゾート感演出してますよね。日本もやればいいのに。行きにもね乗りましたけど、飛行機までこのゴルフカートみたいなやつに、乗っていくスタイルですね。これ結構楽しい。ちょうど雨が止みましたね。暑いですけど。それでは乗ってきます。サワディーカー、8A。全席エコノミーです。ということで機内入りました。エアバスの319ですね。エンジンの横ぐらいです。行きはねちゃんとビジネスクラスあったんですけど、これないやつなのか、それか普通の席を真ん中開けてビジネスクラスにするのか分かんないですけど、いろいろタイプがあるんですね。乗ってる時間1時間なんで、あっという間なんでね、別にビジネスにする必要はないと思いますけど、ちょっとネタとして私は値段が5000円ぐらいしか変わらなかったんで前回乗ったんですけど、ということで今ドアが閉まりました。帝国出発が17時25分なんで、ちょうどいい感じじゃないでしょうか。で、隣お客さん来なかったです。ラッキーですね。3列全部座ってる席はあんまないかも。だいたい1個空いてるかぐらいですかね。ファミリーとかは座ってますけど、意外と余裕ありましたね。なんかフルで今日いっぱいだとか聞いた気がしますが、勘違いだったかもしれません。
この空港が混むとかはないので、もう多分すぐに離陸すると思います。テキパキ意外と早くスムーズにやってくれてますね。ありがたいです。スワンナプームがね混むかもしれませんね。まあでも国内線だから大丈夫かな。ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยใช้เวลาบิน55นาทีค่ะกรุณางดสูบบุหรี่ทั้งในห้องโดยสารและในห้องน้ำโปรดสังเกตป้ายห้ามสูบบุหรี่ค่ะ Ladies and gentlemen, welcome aboard Bangkok Airways Flight PG166 bound for すごい、もうドアが閉まって2分ぐらいで動き始めました。早いですね。素晴らしい。タイってまあ日本とか韓国に比べるとのんびりいろいろやってるっていうイメージを持ってる人が多いと思いますし、まあ、その部分もあるんですけど、はっきり言ってね、めちゃくちゃ早い時すごい早いですよ。どっか手抜きしてるんじゃないかってぐらいめっちゃ早く物事が進む時があるんですよね。逆になんでこんなに遅いんだみたいな、すごくなんか遅い時もあったりするんですけど、常にね遅いっていうわけではないと思いますね。早い時はすごい早いです。ただ適当な可能性がありますね。 Ladies and gentlemen, as your safety is our priority, may we have your full attention now above here ติดหน้ากากออกซิเจนลงเสริมหน้ากากทางศีรษะทางใช้ทั้งหมด6ทางเคด้านหน้า2ทางตรงกลาง2ทางและ Please keep your carry-on items in the over compartment or under the seat in front of your passengers are ready for takeoff.พนักงานต้อนรับขณะการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มครับ。ということで1時間の非常に短い路線ではありますけど、エコノミーでもそれなりっていうかだいぶしっかりした機内食が出ましたね。メニューはエビ一択です。行きはパッタイでしたけど、同じような気がするな。はい、予想通りパッタイでした。エビの大きさがねビジネスの方が大きかったです。はい、でも量とか味付けは全く一緒なんじゃないかな。あとこのチョコケーキもほぼ一緒ですね。で飲み物は水だけかな、今のところ。多分水だけだと思うな。はい、こんな感じでした。ครั้งต่อไปโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครเป็นสมาชิกรายละเอียดโบนัสฟรีที่เว็บไซต์รายละเอียดโบนัส .bangkokair.com ครับ。食事の片付けが終わった後、すぐにもう着陸態勢に入りました。あっという間です。ร้อยแล้วเวลาในขณะนี้คือ 18:20 นาทีค่ะขอความกรุณานั่งประจำที่ขอบคุณนะคะ。ということでバンコク戻ってきました。とりあえず荷物を受け取ったらそのまま、いつものね宿に移動しようと思います。その入国審査があるわけじゃないからすぐに終わると思いますけど。今19時前なんですよ。多分タクシー乗ったらスクンビット方面超渋滞してはまると思うんで、こういう時は電車で行った方が絶対早いです。45バーツで行けるし。で BTS で乗り換えしましょう。今見たら空いてたんでその前にちょっと両替しておきますか。また悪くなってますね。2200台はきついな。ちょっとこの前良くなったのに。
やばい、電車来てるわ、急がないと。ความสุขกับการเดินทางไปกับเราขอบคุณค่ะ Welcome to City Line Service สถานีต่อไปราชเทวี Next station ราชเทวีはい、ということでいつものコンドミニアムにようやく着きました。疲れた。とりあえずサムイ島から無事にバンコクに、移動してきました。ちょっとこの後ゆっくり過ごしたいと思います。おはようございます。翌朝になりました。今回バンコクでの滞在はそこまで用事はなく、いつも通りですね、ゆっくり過ごすためにあと作業したりっていうので来てるんですけど、ちょっとどんな風に滞在したのかこの動画でちょっとだけまとめてお届けしたいと思います。いいですね、結構暴飲暴食したんですけどやっぱりちょっとずつ運動してたりジュースは控えてるといいのかもしれないですね。それで今日の朝ごはんです。マックスバリューのキューピーサラダボックスとポメロソムオーというフルーツですね、と明治のゼロカフェラテ。もうこのセットが一番私は好きです。あとヨーグルトも食べる時もあります。すごい、ハロウィン一色だ。到着しました。こちらのお寺です。過去に、ね、来たことあるんですけど、今から勘分してきます。はい、今手続きしてます。今回200バーツを寄付することにしました。ということで手続き完了しました。で今お金も納めましたんで、最後ねこの紙を貼り出しに行くんですよね。そこでお祈りして最後お寺見て終わりです。それではお祈り終わりましたんで、この後また出かけます。スクンビット49かな。でオンヌットとプラカノン駅の間ぐらいの場所ですけど、あるかな。お店の名前はねスーパースポーツって言うんですけど、ありました。これだ、スーパースポーツ。私が求めていたお店ですよ自分の名前入りの売卓のベストを作れるっていう本物のやつですね。いろいろあって、一番大きいサイズが、XXL まであります。で XMS とありますんで、女性用のサイズとしても売られております。ここにアルファベットと数字をね無料で入れてくれるんですよ。だから今私もね刺繍をお願いしました。料金は変わらないです。さすがにねグラブの服は売ってないですね。売卓のやつばっかだ。お店の方が一つ一つ丁寧になんか作ってくれてます。ああいう風に塗るんだね。なるほど。今作ってるおじさんどっか行っちゃったんですけどね、休憩かな。それかなんか買いに行ったのかななんかもうすぐハロウィンなんですよ。なんかおじさんがハロウィンカラーでいいだろうって言ってたけど、これ一色ですよね。めちゃくちゃなこと言ってて面白いなと思いました。型番みたいのでアルファベット塗ってるんですけど、今アルファベットの大文字の U がないっていうことで小文字でいいかって言われたんですけど大文字ないんだそれもちょっと面白いですよね。なんかちっちゃい小文字の U になるらしいです。
ということで念願のバイタクベストプロ仕様ゲットできましたこのね555っていうのはね、これ結構タイで使うんですよ。5が5つ並んでたり3つ並んでるやつ。いやーこれは夢だったんで超嬉しい。それで今エカマイに戻ってきたんですけど、このエカマ駅の近くにですね、タイの有名な YouTuber が作ったガパオライスのお店があるんですよ。ずっと前からしてたんですけど行ったことなかったんで、今からお昼ご飯食べるついでにちょっと行ってみようかなと思います。いつもめちゃくちゃ混んでるんですよね。もう間もなくですね。これエカマイバスターミナルなんですけど、このバスターミナルもね、なんか近々なくなるみたいですね。新しく移転するとか聞きましたけど。はい、ここのお店ですね。もう食べてる人いるわ。早いな。なんとか座れそう。はい、ということで注文しました。ガパオポークにしました。であと卵乗せてもらってお水つけて150バーツです。なんで、フードコートに比べると結構高い値段ですけど、そうは言っても500円ぐらいかな、それでこれが有名なガパオですね。はい、バンコクでは結構このお店有名みたいなんですけど、さっきも言った通り知ってはいたんですけど初めて来ました。はい、今回ポークにしましたけど、一番高いやつだとビーフですけど、それで169バーツとかかな。大体みんなチキンかポークだと思いますけどね。はい、美味しそうです。量はね、そんなに多くはないですね。普通に皆さん食べれるぐらいの量だと思います。結構辛いですね。リトルスパイシーにしたんですけど、だいぶ辛いわ。味はねめちゃくちゃ美味しいですね。あとこのガパオのこの肉の部分がすごいたくさんあるんで、フードコートみたいにちょろっとしか乗ってないってことはないですね。ノックスカフェというカフェに来たんですけど、ここで花さんと待ち合わせしてて、ちょっと一緒にお茶する予定です。ということでカフェに入りました。だいぶ意識高そうなカフェですね。それでは今から晩ご飯を食べにスシローに行きます。プロンポンの、エンポリですね。そちらに行って、ご飯食べます。とりあえず今タクシーに乗りました。この前ね視聴者の人に教えてもらったんですけど、日本のスシローのアプリでタイのスシロー全部予約できるんですよね。ちょっとそれ今日使ってみました。で16時に予約で行きます。この前2時間待ちで私諦めたんで、今日平日で15時前17時前か、多分入れると思います。ということでスシロー着きました。ということでスシロー入りました。相変わらずやっぱりネタが全然でかいですね。ありがとうございます。素晴らしいです。久しぶりにタイのスシロー食べましたけど、めちゃくちゃうまいですね。この初めて見ましたアイスランド貝って何なんでしょう。それではスシローでご飯食べたんですけど、今からトンローに移動してきたんで、久しぶりにマリオットスクンビットの最上階のスカイバーに行きます。はい、ということでマリオットスクンビットトンローオクターブ来ました。すげえ久しぶりに来たな。今花さんと来たんですけど予約してきたんですよ。ちゃんと予約してたら席がこんな風に綺麗にめちゃくちゃいい席を取れてました。それではちょっとおしゃれなモクテルを頼みました。これで飲みながらちょっとおしゃべりしてから戻ろうと思います。久しぶりに来ると本当いいですね。今回はこんな感じであっさりと、そんな長い期間じゃなかったんですけどバンコクで滞在して、で次の動画でですね、この後出国していくつかちょっと国を経由して最終的に日本に戻ろうと思いますので、その動画は次回お届けしたいと思います。これ早速ちょっと着ております。普段これを着てね街を出てるわけじゃないんですけど気に入りました。YouTube ライブとか家でやるときとかちょっと着ようかなと思います。一旦動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。